どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、ベタは好きですか？自分は好きです。あまり動画には出していないんですが、実は自分もベタを飼っており、過去に一度だけ動画でも登場させています。それが2021年の正月に購入したベタロウというベタなんですが、それ以降動画には登場していませんでした。動画に出していなかった理由を端的に説明すると、飼育して1年が過ぎたあたりで落ちてしまったからです。生態が落ちてしまったことなどはたまに動画で報告するんですが、それ自体を動画の主軸で語るのはあまり好きではなかったので、お伝えするタイミングがありませんでした。ライブ配信では聞かれるたびにお答えしていたので、知ってる方は知ってたと思います。一応病気を発症した状態から治療までの過程を動画で撮影していたので、治療に成功したら動画で情報提供しようと考えていたんですが、残念ながらそうはいかず、それだけでも動画1本分にできそうではあるんですけど、なんか気持ち的に嫌だったのでやめました。なので今回はベタロウ飼育での反省を生かし、新たな飼育環境を構築していきます。ベタロウを飼育して感じた環境の改善点などを考慮しているので、ぜひ最後まで見てやってください。というわけで早速やっていくんですが、まずベタロウを飼育する上で失敗したなと思った点をいくつか紹介していきます。まず一つ目は、ろ過器を入れていなかったことです。ベタは小さな容器でエアレーションもせず飼育できる魚として有名なんですが、それが適しているかと言われれば疑問が残ります。ベタマンションを建設している方たちなどは、換水頻度を上げることで水が汚れる前に新鮮な水に入れ替えるという方法をとっていると思いますが、自分にはどうしても毎日の換水は難しいものがありました。ベタは新鮮な水が好きという話も聞くので、しっかり水を調整できたら毎日換水の方が健康的な気はするんですけど、水温や pH、その他諸々の調整スキルがないので、やはり最低限のろ過器は必要だなと感じました。続いて2つ目は、ヒレが傷つきやすい素材を入れていたことです。最初ベタロウの水槽には素焼き鉢のアヌビアスをポットごと入れていたんですが、ヒレが擦れそうで怖かったのでミクロソリウムに変更していたんですよね。ただミクロソリウムの重りに溶岩石を使用していたため、そこでヒレを怪我する恐れがありました。それが原因かはわからないんですが、ベタロウのヒレに傷がつき落ちてしまう要因の一つになってた気がするので、今後はそういったものを排除して飼育を心がけていきます。できればベアタンクがいいのかもしれませんが、そこは考え方によって変わりそうです。3つ目は休憩する場所がなかったことです。ベタは水流を好まないため、基本的にじっとしていることが多いんですが、何もないと水槽の底にいることがたびたびありました。それ自体が悪いことではないとは思うんですけど、できればもう少し休みやすいところがあればいいですよね。というわけでいろいろ考えた結果、この3つの項目を改善した環境を作ってベタを飼育していきます。それではようやく飼育するための環境づくりに入っていくんですが、まずはその時に購入したものを紹介していきます。最初に出てきたのはこちらのトロピカ50周年記念の雑誌。中身は全部英語で何言ってるか分かりませんでしたが、表紙が良かったので買いました。金額は忘れましたが、確か1000円くらい。続いて出てきたのはこちらの ADA アクアリウムクロス。価格は990円。これ実は5つくらい買ってます。吸水性抜群で使いやすいので結構おすすめ。ただ店頭でもう見かけないので買えないのかもしれません。続いてはこちら、フォトブキバイオミニフィルター。価格は多分400円くらい。
こちらはベタ用に購入した縦長のフィルターです。下部にスポンジが取り付けられており、エアーは中央のエアーストーンから出るようです。上部には露材も入っており、コンパクトですがなかなか高性能な感じがしますね。エアーが最終的に水面近くから排出されるため、できるだけ水流が抑えられるような構造になっています。続いて出てきたのはこちら、スターペットベタのフィルター。価格は確か440円。こちらは名前の通りベタのフィルターです。結構目の細かいスポンジが搭載されている、至ってシンプルなスポンジフィルターです。ベタのフィルターというだけあってとてもコンパクトで、2リットル以下の超小型水槽向けのフィルターとなっています。構造としては上についているエアチューブの接続部分からエアーが入り、下部に到達した後はパイプを通って上部の突出口からエアーが排出される仕組みです。スポンジの中の筒は結構大きなスリットがあるので目詰まりもしにくいと思います。最後に出てきたのはこちら、スターペットベタのグラスサンド。価格は確か400円くらい。こちらはベタのためのガラス製の底砂です。これはいらないかなと思ったんですが、見た目的な意味とバクテリア定着にちょっとでも貢献できるかなと思って購入しました。ベタのグラスサンドと言ってるくらいなので、しっかりと角は取れており、入れが傷つく心配はありません。正直底砂を入れることでメンテナンスが結構面倒になるので、メンテナンス性を重視するなら入れる必要はないです。ただ水替えを怠ると水槽底面に茶苔とかが生えてきて見た目悪くなることもあったので、そこら辺も防止できるのではないかと思います。というわけであらかた機材が揃ったので水槽を立ち上げるんですが、その前にもう一つだけ追加で購入しました。それがこちら、ベタのおやすみリーフ。価格は確か400円。こちらはベタを飼育している人なら必ず一度は目にしたことがあるであろう商品です。吸盤に人工の葉っぱがついており、ここにベタが休んでくれるという代物。上下に2枚葉っぱがあるため、その間にベタが入り込んでくれるみたいです。人工なので枯れることもないですし、メンテナンス性を損なうこともないので、結構有用なのではないでしょうか。今回は2個購入しています。開けてみるとこんな感じで、パッと見は本物の葉っぱのよう。硬さは結構柔らかく、ベタのヒレを傷つけないか心配でしたが大丈夫そうです。葉脈部分が固めに作ってあることで、葉は柔らかくしつつ形状を保持できてるみたいです。正直アクアリウム用品って細々したものでも高いので割高感が拭えないんですが、それ専用に作ってあるだけあっていろいろ考えられてますね。それでは全ての機材が揃ったので実際に水槽にセットしていきます。使うのは以前ジェックスからいただいた15センチハイタイプ水槽。ベタは遊泳力が低いので高さがある水槽は不向きな気はするんですが、少しでも水量を確保できた方が水質が安定するのでこっちをチョイス。あと縦長の方が見た目的にも好きです。最初にグラスサンドを洗わずに入れていったんですが、飛び散って大変なことになりました。多分これも入れる前に軽く洗っておいた方がいいと思うので、皆さんは先に洗っておきましょう。続いてベタのおやすみリーフを取り付けます。このレイアウトに関してはまだ試行錯誤中で、ベストな状態を探すのに少し時間がかかりました。一応水温もわかるように小型の水温計もセットしておきます。最後に照明はジェックスのピテラを使用します。この照明は見た目もいい感じなので好きです。これで完成と思いきや肝心なものを忘れていたので取り付けます。ちなみに水槽と底砂はセットした後結局洗ったみたいです。忘れていたのはこちらのベタのフィルター。開封してみるとこのようにコンパクトな本体が出てきました。
スポンジを取り外した中身はこんな感じで、スポンジ自体は結構分厚いです。ただ小スペースにするために長さは短いです。フィルターの後ろ部分には吸盤を取り付けるためのカバーがくっついています。これ高さを調整できるようになっているんですが、意味があるのかは分かりません。これにエアーチューブを取り付ければ使用可能です。設置場所は右奥で横向きに設置してますね。あとは浄水器を通した水を入れて完成。ベタ水槽はセットが簡単でいいですね。ちなみにもう一つの寿バイオミニフィルターも一応開封しておきます。開封すると思ったよりデカめのフィルターが登場。真ん中のろ過層を開けると軽石のような多孔質露剤が出てきました。正直これがどれだけろ過に役立つかは分かりません。一番上の突出口はキャップの役割も果たしているようで簡単に取れました。側面に大きな穴が開いているため、ここからエアーが吐き出されるようです。エアーストーンはこんな感じでだいぶ小さめで先が細くなっています。細かいエアーは必要ないので、ここら辺は必要最低限といったところ。そしてスポンジ部分はこのようになっており、しっかりとスリットがあります。肝心のスポンジはだいぶ粗めで、生物ろ過というよりは物理ろ過特化です。実際に15センチキューブ水槽にセットしたんですが、このように結構ギリギリの高さです。水槽を満タンに入れてようやく水面からフィルターが隠れるかなといった感じでやばい。これだと化粧砂を入れたら完全に収まりきりません。まあ水面に出てても特に問題はないんですが、あまりにも水位が低くなってると突出口からエアーが出なくなり、ろ過が不可能になります。一応生物露剤のジョイントを外せば高さが10センチになるようですが、そうなるとこのフィルターの強みがなくなっちゃいます。生物ろ過と物理ろ過を兼ね備えていたのが、ただの粗めのスポンジがちょっとついただけのエアレーション道具に様変わり。正直セットしてみるとでかく感じますし、先ほどお見せしたベタのフィルターの方が好きだったので今回は不採用。今後ベタの水槽にはスターベッドのものを使用していきます。というわけで照明を取り付けて点灯した状態がこちら。なかなかいい感じですね。こういったガラス製のいかにもな化粧砂ってあまり好きじゃなかったんですが、ベタのような干渉性重視の生態1匹のみを飼育するならこれぐらいがちょうどいいかもしれません。こまめに換水すれば汚れもあまり目立たないでしょうし、コレクションケースとかでない限りは入れるメリットもありそう。最終的なスタイルはこんな感じで、左側にフィルターを置き、右側にヒーターを設置しました。なぜエアコン管理なのにヒーターが必要なのかというと、ベタ水槽はリビングに置いているからです。本当はヒーターはつけたくないんですが、さすがにこのベタ水槽のためだけにリビングも24時間空調管理するのは厳しかったので、今は雪丸がいるので24時間エアコン管理してますけど、この時はまだお迎えしてなかったんですよね。ちなみにフィルターを設置したのはろ過能力を上げるためというのもありますが、ヒーターをセットする関係上、水温ムラ防止のためにある程度水を循環させるという意味合いでも取り付けてます。というわけで新生ベタ水槽が完成しました。今までの経験を生かして新たなベタをできるだけ健康に育てていきたいですね。次回はこの水槽に入れるベタを紹介していくのでお楽しみに。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。